皆さんこんにちは、しゅわたびです。私が普段車やバイクに乗って旅ブログを更新する中で、動画のクオリティアップに最近重宝している機材がドローンになります。私自身もドローンは全然まだまだ初心者で、初めて飛ばした時はドローンどっかに行っちゃわないかなとか、墜落しないかなとか不安が尽きない機材でした。けど最近は本当に機能性がどんどんアップしていて、便利なドローンがたくさん出始めているので、今からドローン撮影を始めたい方、またすでにドローンは持ってるけどなかなか億劫で毎回撮影に使うのはなぁなんて思ってる方向けにおすすめしたいドローンがあるので、ご紹介をしていきたいなと思います。今回ご紹介するのはホバーエア X1 スマートとホバーエア X1 Pro Max です。以前のこちらの動画で X1 スマートはご紹介しましたが、今回この動画ではこのスマートとプロマックスの比較も含めてご紹介をしていけたらなと思います。まずこのホバーエア X1 というのはスマート、プロ、プロマックスの3モデルあります。一番簡単なモデル、初心者向けなものがスマートで、一番難しいクリエイター向けがプロマックスになります。そしてこのドローンたち、他社のドローンと比較して優れている点というのが AI 追従機能になります。ドローンって操縦が一番難しいイメージがありますが、このドローンたちはボタン一つで組み込まれたプログラムの中から飛行モードを選び、被写体を自動で検知し動画を撮影することができちゃいます。それでは具体的にどのような映像を撮影することができるのか見ていきましょう。はい、改めまして今日紹介するのはホバーエア X1 スマートとホバーエア X1 Pro Max になります。まずこちらのスマートの特徴はといえば、本体重量がなんと 100g 以下ということは航空法の適用対象外になるということです。ドローンって実は飛ばす前に国土交通省に機体登録をしてお金を支払いして、またどういった飛行ルートでどこで飛ばすのかなどの情報を国土交通省に申請をしないといけないんですね。けど 100g 未満の機体だったらそういった事前申請が一切不要になります。そのためこのスマートの強みとしては、届け出をせずに簡単に気軽に飛ばすことができるという点です。しかし気軽に飛ばせる分、この小ささの代償がゆえに映像のクオリティだったり速度だったり、そういったものには少し欠けている部分はありました。最大高画質はスマートの場合 2.7K になるので、私は YouTube は普段 4K で撮影をしているので、実際にそのスマートで撮影した映像は拡大をして使用していました。そのため画質の粗さが若干気にはなっていたんですね。けど本当に気軽に撮影することができるので、例えば室内だったりペットとの散歩のシーンだったり、そういった時に簡単に記録に残すことができました。またこのスマートの飛行時間、1回のバッテリーの満充電で飛行できる時間は最大約10分で、速度も毎時 30km なので散歩などのシーンはついてきてもらうことができますが、それよりも速いものを撮影しようとするとスピード的についてこれないなっていうような心配はありましたね。ではこのスマートと比較し、今回ご紹介するのはこちらのプロマックスです。こちらのプロマックス、機体重量は 192.5g となるので約 100g ほど重くはなるんですけど、折りたたみすることができるのでサイズ感的にはそんなにスマートとプロマックスで大きく変わりはないかなといったような印象を受けました。で、航空法の適用となる 100g を超えている機体になるので、事前に国土交通省に申請を出す必要はあります。その代わりさっきのスマートはスマホの延長線で誰でも気軽に撮影をすることができる
ものだったのに対し、こちらのプロマックスは映像クリエイター向けのクオリティの高い映像作品を残すことができるっていったようなモデルになります。なんと撮影できる最高画質は 8K を誇ります。また 1.3 分の 1CMOS センサーを搭載しているため、とっても綺麗な映像を残すことができちゃいます。1回の満充電で飛ばせる時間も約15分と5分ほど伸び、最高速度も約42キロまで出すことができるので、私の趣味であるバイクだったり、あと自転車なんかにも追従することができるモデルになりました。では実際にこの2つのモデル、どのような映像に違いがあるのかご紹介をしていきたいと思います。こちらは X1 スマートのズームアウトモードで飛ばした映像です。最大高度9メートルまで飛ばすことができました。そしてこちらがプロマックスで飛ばした場合、最大高度は30メートルまで飛ばすことができるので、一気に映る幅が広がります。こちらは被写体の真上に飛ばす俯瞰撮影モードをスマートで撮影した場合、最高高度は先ほどと同じく9メートルです。一方でこちらはプロマックスで俯瞰撮影をした場合、こちらは最高高度30メートルまで上げることができるので、私たちだけではなく波の様子や岸壁まで画面に入っています。そしてこちらはスマートで撮影したフォローモード。最大高画質 2.7K を拡大して 4K で今書き出しをしているため、若干画面の粗さが目立ちます。そしてこちらはプロマックスで撮影した場合のフォローモード。この日はできませんでしたが、走ったり自転車に乗ってもついてきてもらえるぐらいの速度は出ます。またこちらはオプション説明になりますが、 X1 Pro Max、X1 スマートともにスマホのアプリと連動させてマニュアル操作でホバーを飛ばすことができます。プロマックスで撮影した映像はこんな感じ。被写体なしでも大迫力の映像を撮影することができます。またスマートをマニュアル操作した場合、操作方法は全く同じですが、最大高度も通信可能距離もかなり短くはなります。実際の撮影映像だとここぐらいまでしか飛ばすことができませんでした。あくまでもスマートは被写体をメインとした気軽な空撮用と考えた方が良さそうですね。はい、では比較映像いかがでしたでしょうか。最後にまとめると、プロマックスに関しては 8K での撮影が可能で、バイクやスキー、サイクリングなどの AI 追従機能がさらにパワーアップしたクリエイター向けの上位グレードとなります。それに対しスマートは航空法適用外となるので、いつでも簡単に気軽な空撮映像を楽しむことができる入門モデルになります。このホバーエアー X1 シリーズを通して、今までハードルが高いと感じていたドローンでの空撮映像がより身近なものになればいいなと感じています。7月7日から13日まで Amazon プライムデーセールが開催されます。最大 25% オフのセールも実施されるそうです。詳細は概要欄のリンクにてぜひご確認ください。以上、シュア旅でした。